不動産屋さんの怪談です。これは四国地方で不動産業を営む男性の方からいただいた体験談です。その方を仮に高部さんとしておきます。さて、当時高部さんの後輩にアパートを探している男性がいたそうです。その後輩はとにかく忙しい人で、自分で物件に赴いて実際に見て回ることができなかったので、信頼できる高部さんに自分の代わりに見てきてもらうことをお願いしたそうです。そこで高部さんは彼の希望する条件に合うアパートを何軒か選んで、物件の内部の動画をしっかり撮って、それをまとめて後輩に送り、選んでもらうことにしました。そんな中、B 町にある D 建設が建てたアパートがあったのですが、家賃もかなり安く、間取りも立地も後輩の求めるものに近かったので、早速見に行くことにしました。高部さん自身が不動産屋さんですから、鍵を手配して一人で明るいうちに見に行ったそうです。その間取りは 1DK で1階5部屋、2階5部屋の全10部屋のアパートでした。ただ10部屋のうち3部屋しか埋まっていないアパートで、7部屋も空き室でした。そこで高部さんは空いている7部屋の中から一番きれいな部屋を選んで中を撮影することにしました。ちなみにきれいという意味は押し入れにシミがないとか壁に傷が少ないとかそういうことでした。早速高部さんは選んだ部屋のドアを開けるところから動画を撮り始めて、まさに後輩が実際に入って見ていく感じで下駄箱、廊下と丁寧に撮影していきました。そして目の前に6畳の部屋があるので、そこにビデオカメラを向けた時でした。突然カメラのレンズの前をスーッと老人が横切ったのです。高部さんをぎょっとして「誰だ?」とすぐカメラを下ろし、部屋の中を見たそうです。その間1秒も経っていません。でもそこには誰もいなかったのです。狭い空き室のアパートですから、隠れるところなどなく、そもそも人がいるわけがないのです。いや、今確かに人いたよな、と高部さんは驚いたのですが、そうだ、動画に映っているはず、と思いすぐカメラを再生し、確認してみました。すると動画の中にはっきりと一人の老人が横切る瞬間が撮られていました。それはどこにでもいるような白髪の年寄りで、生きている人のように鮮明に映り込んでいたそうです。高部さんの背筋に冷たい汗が流れ、早くこの部屋から出ないとまずいと思いました。そこですぐ玄関から出て、震える手で鍵をかけると、そのまま事務所に戻りました。事務所に戻ってからも高部さんはまだ手の震えが収まりませんでした。そこで社長に「今アパート見てきたんですが、そこは誰もいない空き室なのに、おかしなものが動画で撮れたんです」と言って、さっき撮れた動画を見てもらおうと思いました。すると社長はもともと心霊とか全く信じない人でしたから、バカバカしいといった感じで、高部君、君は怖い話好きだから何でもそういうふうに思えて、そういうふうに見えちゃうんだよと言いました。それならこれ見てくださいと高部さんは動画を再生していき、老人がはっきり画面を横切るところを見せました。するとあの幽霊を信じない社長が思わず「なんだこれ!」と叫んだそうです。そして「この物件は紹介するな、この動画も絶対人に見せるなよ」と真剣なトーンで言いました。高部さんも社長に言われるまでもなく、この動画はここだけの話で封印するつもりでした。さて、それから数日経った頃でした。その日はたまたま社長の友人の同じ不動産業者の人が事務所に遊びに来ていました。社長は人には見せるなとか言いながら、その友人に「うちの高部がおかしな動画を撮ってきたんだよ。
そう言って高部さんに例の動画を友人に見せるように言いました。そして社長は友人に「本当にお化けっているのかな?」とぼそっと言ったそうです。そこで高部さんは例の動画を再生して、その友人社長と3人で動画を見ていました。するとあの老人がまさにカメラの前を横切るところで「あれ?」となりました。何も映っていなかったのです。いつまで待っても老人など現れませんでした。高部さんも社長も唖然として再生した動画間違えたかななどと思いましたが、もちろん間違ってなどいませんでした。再度最初から再生し直してもやはり老人など全く映っていなかったそうです。老人だけが画面から忽然と消えていたのです。高部さんは私に「これは社長と2人で確認していますから勘違いじゃないんですよ」と言っていました。不動産の下見では動画や画像におかしなものが映り込むことがまれにありますが、複数で確認するので決して気のせいではないと言えるのです。第2話、不動産屋さんの怪談です。これは山梨県にお住まいの男性視聴者さんからいただいた奇妙なお話です。その方を仮に三井さんとしておきます。さて、三井さんは大の温泉好きで、休みの日には地元の温泉施設に午前中から繰り出すそうです。その日は秋晴れの気持ちの良い日でした。早速車で15分ほどのところにある日帰り温泉施設に出かけました。午前中とはいえ、すでに常連客や観光客でにぎわっていたそうです。まもなく温泉浴場の準備も完了し、オープンしたので、三井さんは他の4人の常連客と一緒に一番乗りで男湯ののれんをくぐりました。三井さんたちが今日の一番乗りですから、脱衣所には当然誰もいません。三井さんを入れて5人の常連客のみで、新たに入ってくる人はいませんでした。早速服を脱ぎ体を洗う道具を片手に浴場の入り口から三井さんは3番目に中に入ったのだそうです。そしてそれぞれ入り口付近のシャワーで体を洗い、その先の花壇のある洗い場の方に行きました。入浴客はその花壇のある洗い場のタイルの壁の上に道具を置いて湯船に浸かったりサウナに入ったりするそうです。三井さんもまず最初に道具を花壇の洗い場のところに置きに行き、そして湯船の方に歩いて行こうとした時でした。ふと三井さんは花壇の前に立っている若い男性が目につきました。あれ、こんな若いお兄ちゃん入ってきたかなと思ったのですが、それより目を引いたのはその様子がとても奇妙だったのです。裸なのに体を洗うでもなく、顔を見られたくないのか、タイルの壁にペタッとへばりついていました。三井さんは思わず「この男何しているんだ」と少し気味が悪かったそうです。よく見るとその男性はかなり若く、高校生ぐらいに見えました。三井さんたち5人が一番客でしたから、脱衣所にも浴場にも最初に入ったので、中には誰もいなかったのを覚えていました。ですからおかしいなぁと不可解だったそうです。その青年は他の入浴客がそばを通りかかるたびに左方を壁にべったりとつけていたそうです。さて、そんなことに気を取られていると、だんだん浴場は混んできました。そこで三井さんはその青年の観察はやめて、さて湯船に浸かるかと思い温泉に入りかけた時でした。たった今いた後ろの花壇あたりがざわついたのが分かりました。ふと振り返ると顔なじみの常連客が近づいてきて「おい、ありゃまずいよ、施設の人を呼ばないと」と意味深なことをポロッと言うと、神妙な様子でいそいそとそのまま脱衣所の方に上がっていったそうです。三井さんは何のことだと思っていると、
花壇のあたりが騒がしくなってきました。何かが起きたのは明らかでした。間もなく白い長靴を履いた施設の事務所の係員が今さっき脱衣所に上がっていった顔なじみの常連客と一緒に浴場に入ってきたそうです。どうやらあの客が脱衣所から館内電話で係員に緊急連絡をしたようです。すると花壇周辺の人が駆け寄り、大変です。初老の男性が花壇のシャワーのところで尻餅をついて動けなくなってます。と知らせました。そこで三井さんも様子を見に行くと、初老の男性が尻餅をついているのが見えました。その人は三井さんと一緒に一番乗りで入った60代後半ぐらいの常連客で、尻餅をついたまま放心状態でじっとしていたそうです。そこはさっきまであの若い青年が寄りかかっていた壁の目の前でしたが、あの青年はいませんでした。初老の男性は顔面蒼白で、何かとてもショックなものを見たような表情をしていました。どうやら打ちどころが悪かったのではなく、何かに驚愕して動けなくなってしまったようでした。そしてその初老の男性は事務所の係員や周りにいたお客さんに助けを起こされると、はっと我に返ったそうです。すると急にそわそわと辺りを見渡し、まるで恐ろしいものを目撃したかのように慌ておののいて、あの若いやつはどこ行った?と叫んだそうです。三井さんはすぐに壁に寄りかかっていたあの10代の青年のことだと分かりました。その初老の男性は立ち上がると、あの青年がじっと寄りかかっていた目の前の花壇の壁のところにふらふらと近づき、今さっきここに寄りかかって突っ立ってた若いやつはどこに行ったんだと狐につままれたような顔でまた同じことを言ったそうです。その初老の男性曰く、湯船に浸かりに行こうと花壇のそばを通りかかると、異様な雰囲気の若い男に気がついて、おや、妙な若いやつがいるな。自分たちが一番乗りのはずだが、いつ入ってきたんだろうと思ったそうです。タイルの壁にピタリと顔をつけて何もせずに立っているが、大丈夫なのだろうかとふと思いました。そしてその挙動不審の青年の脇を通り過ぎようとしたとき、突然青年が男性の方に首を返し向かってきたので、すれ違いざまにドンとすごい勢いでぶつかってしまったそうです。うわっとばかりに反動で尻餅をついた瞬間、その青年は消えていたということでした。一瞬のことだったそうで、煙のように消えたというのですが、話を聞いていた人たちは、その青年は素早くその場から逃げたのか、どこかに隠れたのかと思いました。そこですぐにその場にいた人たちがその青年を探したのですが、どこにもいませんでした。係員が入浴客にも聞いて回ったのですが、湯船にもサウナにも脱衣所にもどこにもそんな若い青年を見た人はいませんでした。あの顔なじみの常連客が係員を呼びに脱衣所に行った時にも、若い青年どころか誰かが浴場から上がってきたのを見た人はいなかったそうです。つまりその時間、温泉から上がって着替えて出て行った人は一人もいなかったということでした。三井さんら数人の年配男性だけが一番乗りで浴場に入ったのに、いつの間にか若い青年が現れて消えたという感じだったのです。不思議なことにその青年を実際に見たのは三井さんを含めてその一番乗りの常連客たちだけだったそうです。浴場に突然現れ、一瞬にして消え去った青年は何者だったのか。その温泉施設では入浴客の出入りは厳重に管理されており、セキュリティをくぐって外に出ることは不可能なのです。後にも先にもこんな不思議なことはなかったそうで、今でも謎の出来事だということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。